皆さんこんにちは。菊の丸ガレージにようこそ。今日はこの積み上げたタイヤを後ろの BM に取り付けようと思います。タイヤがもうすり減ってきてスリップサインが出そうなっていうのがあるんですけども、そもそも10年以上タイヤ交換してないんですよ。で非常にちょっと危険でもあるし、最近ちょっとね低速で走ってるとゴトゴト音が出てて、そのブッシュとかの交換が必要なんかなっていうんで相談に行ったんですけども、まずはタイヤを交換しましょうっていう話になって、それでこのタイヤを交換します。用意したのがダンロップのディレッツァと読むと思うんですけども、サイズが24540扁平の18インチ。サイズはノーマルと全く同じですけど、根本的に違うのが純正がランフラットタイヤで、これは普通のサマータイヤです。でこれもね、それは邪道だろって言われると思うんですよ。もうおっしゃる通りだと思います。というのはランフラットタイヤっていうのはパンクしづらいタイヤということで、どうしてパンクしづらいかというと、このサイドモール横のところを補強してあって、多少空気が抜けてもここサイドが潰れない、硬いんですね。だからそのタイヤに合わせて足回りもセッティングされてるはずなので、それをこの柔らかいサイドモールが柔らかいタイヤに変えるとセッティングが来るじゃないかというご意見があると思います。もうそれはおっしゃる通りなんですけども、であえて、この普通のタイヤに変えたいと思います。で普通のタイヤに変えるメリットっていうのが柔らかいので乗り心地がスムーズになるっていう利点はあります。最初にこれ買った時に街中を走るともうすごい硬いんですよ、タイヤが。ゴトゴト感があって硬いタイヤやなと思ったのがもう本当に最初の印象です。でそれもあって交換するんですけども、その硬いタイヤなんですけども、例えばその街中でもスピードを上げて走ったりとか、高速道路なんかで高速で走るとそれ全く気にならない、すごいいいタイヤなんですよなのにあえて、今回これに変えようと思って、これはですねもう私の趣味で変えるのであって皆様には絶対推奨しません。普通のタイヤに変えたらどうなるんだっていうのを思ってる方もいらっしゃると思うので、気になる方は取り付けた後での感想なんかを聞いていただければというふうに思っています。ランフラットとこの普通のタイヤに比べるとやっぱり価格が違うんですね。だいぶ倍以上します。でそもそもがこれも叱られるんですけども、だったらそういう車を買うだよとすいません、おっしゃる通りです。ただね、とは言いつつも車は好きで複数台所有してると、節約できるところはしたいなっていうのもあります。あんまり大きな声では言えないんですけど、そういう思いもあって、これが、送料込みで1本13000円少々で買えます。めちゃくちゃ安いです。でその価格安い割にはトレンドパターン結構かっこいいんですよ。これ届いてみて見たんですけど結構かっこいいです。でただちょっとね排水性がどうかなっていう気はするんですけども、トレンドパターンはかっこいいですね。ということで今から車屋さんに行って、タイヤを交換してちょっと高速道路なんかも行って感想の方を皆さんにお伝えしたいと思います。最後までご覧ください。よろしくお願いいたします。おはようございます。タイヤ交換をお願いしたいんですけど、社長言われてました？言うてない？いや土曜日持っていくって電話したらほら言うとくわって言うたんやけど、今日の出演料は缶コーヒーでどうですか？確実にお金嘘。ガリガリだこうやって言った。おらんけど2人で言うとったらいけるだろうやって言ったけどマイクを聞いてね。ほんまなんちゅうもうほらどないしようか。18インチともなると慣れた人が交換しないとオイルをガリガリに傷つけてしまうらしいよ。てなことを言いつつ優しい社長さんが息子さんの結婚式を終え酔っ払ってるのにタイヤ交換に来てくれたよ。結婚式で誰もなくてワイだけだけどとても良い式だったみたい。バーンのお時間です。タイヤから破裂音がします。怖いですね。怖い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 。作るのバーンまだね。はーい。
最初に高速道路の静粛性についてお話をします。タイヤを交換してちょうど1週間後、この車で600キロを超える高速移動を行いました。乾燥のために600キロ走ったんじゃなくて、ちょうど用事があったので、その前にタイヤを交換したかったので、タイヤを交換して600キロ以上、700キロぐらい高速走行したんですけども、その時の感想を言うと、静粛性についてはもう全く何ら問題がないです。奥さんが隣に乗ってたので、FM のラジオを聞きながら、会話をしてたんですけども、その時に、奥さんに、これタイヤうるさいっていう話を聞いたんですが、全くうるさくないと。というのが、普通に会話をしてて、超高速で走ってるんですけれども、会話の時の、そのトーンを、声を張り上げるとか、大きくするとか、そういうことを全くする必要がなくて、超高速で走ってても、通常の日常の会話が普通に成り立つので、その高速道路を走る時のその音っていうのはもう全く気にならなかったですね。逆に高速道路を走っていても非常にタイヤが柔らかいっていうか滑らかに走ってくるので、とても気持ちがいいんですよ、運転してて。だからその走っている間に自然と気持ちいいなとか滑らかやなっていうのを何回も口にしてました。そのぐらい気持ちが良かったですね。当時は一応高級車の部類の末端ぐらい似た車なので、車自体の性能としてもそんなに外部の音が入ってくるような車ではないんですよ。基本的に車の性能の部分もあるとは思うんですけども、気持ちよく走ることができました。前つけていたタイヤがランフラットタイヤということで、基本的な性能はパンクしづらいタイヤ。たとえパンクしたとしても時速80キロで何百キロか走れるっていうのが歌い文句のタイヤなので、どうしてもサイドウォールが硬いんですよね。だからその部分、車の振動として入ってくるわけですけども、この普通のタイヤなんで、そこのサイドウォールが柔らかくって、その部分でも軽減されるので、非常に乗り心地がフラットで気持ちが良かったです。で、さらに10年以上後悔してなかったんで、もうタイヤがガチガチになってたというふうに思うんですけども、それが新しいタイヤで普通のサイドウォールが柔らかい普通のタイヤに変わったということで、もう乗り心地は最高に気持ちが良かったです。で、その時に、たまたまなんですけども、高速道路を、かなりな高速で走ってて、で、山道を走ってて、トンネルを抜けると、いきなり真っ白なんですよ。銀世界で。でも、ほんとびっくりしたんですけどね、結構なスピードで走ってて、トンネルを入る前は、多少雨が降ってぐらい、路面が濡れてるぐらいだったんですけども、で、快適に走ってて、トンネルを抜けると途端に雪で、路面が真っ白。もうちょっとパニックになるぐらいの怖さでした。で、この状態で急ブレーキを含むこともできないので、もう本当にブレーキに足を乗せる程度のブレーキで、ゆっくり減速をしながら時速50キロ以下ぐらいに落として、それで、走っていきました。で、その間はもう急ハンドル、もうほとんどハンドル切らないですし、下り勾配だったので、アクセルも全く踏まずに、そういった状態で何キロか走ったんですけども、それでもタイヤもスリップすることもなく、そんなとこでスリップしたら、ほぼ死んでしまいますんでね。安全運転で、そこも難なく走ることができました。で、あと、その後、少し何キロか降りていくともう、雪もなくなって雨に変わってたんですけども、雨の降っている高速を普通に走ってて、怖いという風な、スリッピーな感じも全くなかったですね。実に安定してて走ってたので、高速道路を走った性能は非常に満足です。で、所ジョージさんが言われてたんですけども、所ジョージさんは確か、アウディの RS に乗ってて、で、それを、ミシュランかなにタイヤを交換したらもうめっちゃくちゃ良かったと。レールの上を走ってるぐらい気持ちが良かったと。だからこれに変えることを推奨するっていう話してたんですけども、多分ね、高いと思います。お値段の方が。
もう高いの分かってるので調べもしませんでした。でとにかくこのタイヤがですね、1本1万3000円なんですよ。これはね、めちゃくちゃ安いです。今これ15年乗ってる車なので、多分ミシュランのタイヤを買うと、この今の車の価値よりもタイヤの方が高いんだと思うんですよ。それはそれで、安全を買うわけですから、それはそれでいいと思うんですけど、コストパフォーマンス的に私はもうこのタイヤで非常に満足しています。この後、ちょっとワインディングロードの方も走ってみますので、その様子もお届けいたします。はい、ワインディングロードにやってきました。でこの道は制限速度が60キロです。今制限速度でこれから走ってみようと思います。何の不安もなく走れると思います。多分見ていただいても実に平和だと思います。しばらくご覧ください。結構な勾配をですね、結構なカーブを曲がってるんですけれども、平和ですね。そもそもがそんなにガシガシに山道を攻めるような車でもないんですけども、実に安定しています。これ、どのぐらい伝わるんでしょうかね、見ている方に。この坂の勾配のきつさだとか R のきつさっていうのが伝わってるのかな。気持ちいいですよ。普通に流しててとても気持ちよく走ってくれますよ。タイヤとしてはもう申し分ないですね。舗装の継ぎ目なんかがやっぱり多少ゴトゴト音が出ますね。これはタイヤのせいというよりもなんかな、そのブッシュがだいぶへたってきてるだとか、そもそもがちょっと通常の道を走るにはタイヤが太すぎますよね。バネ下が多分重すぎるんだと思います。なんかその感じでゴトゴトしてるような気がしますね。この車のサイズが245の40扁平かな。通常のに走るには太すぎるぐらいのオーバースペックの太さだと思います。だから決してバネ下は軽くないですね。けどウルトラスムーズですよ。気持ちよく走ってくれます。いかがでしたでしょうか。今日はこの E60 BMW の GO シリーズですけども、それのタイヤ交換、ランフラットタイヤを通常のタイヤに交換するっていう風な動画のインプレッションをお送りさせていただきました。そんなにタイヤ交換した経験がないので、このタイヤがベストですよっていう言い訳はそれだけの知識はないんですけれども、通常走っててですね、非常に気持ちいいし、何よりもその13,000円というコストパフォーマンスを考えると結構、ベストなタイヤのうちの一つじゃないのかなというふうに私は思っています。で、これからもですね、この E60 に関する動画も上げたいなと、前々からずっと思ってるんですけども、結構これ車自体が完成された車で、動画ネタがないんですよ。ということで、忘れた頃に上げるかもしれませんが、E60 にご興味のある方はまた引き続きチャンネル登録をしてご覧いただければと思います。またE60 に関する質問なんかもですね、素人の私が答えれる範囲で答えていきたいなと思いますので、もし何かありましたらですね、コメントの方で、いろいろ問い合わせもしていただければと思います。それ以外に E60 以外の車の動画もこれからもどんどん続けてアップしていきたいなと思いますので、ぜひチャンネル登録をしてこの続きをご覧いただければと思います。おまけおまけのお時間です。本来なら
トレッドパターンを見ていただきながら、こんなにかっこよくなったぞっていうのをエンディングを取るところなんですけども、実は今かっこ悪いんです。どうしてセンターキャップを外しているかというと、センターキャップがこんな状態です。ホイールの色に合わせて社外品のセンターキャップをつけました。でこれ多分ね、社外品なのでもともとそんなに品質は高くないんですけども、10年もつけていると表面が劣化してしまってかなり傷んでいます。次回はこのセンターキャップを磨き上げてピカピカにしたいと思います。どのくらい綺麗になるか、ぜひチャンネル登録をしてご確認ください。今日は最後までご覧いただきどうもありがとうございました。